皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もう12月も終わりで2025年も終わりに近づいてきていますね。そしてもうすぐクリスマスですね。皆さんはどんなクリスマスを過ごす予定ですか？何か予定はありますか？クリスマスね、そういう文化がある国とない国があるかと思うので、ない方はね、ただの平日かもしれませんが、クリスマスの文化がある国に住んでいる方はどうですか？クリスマスツリーをセットして自分たちで、飾り付けしてデコレーションいろいろしてクリスマスの雰囲気を味わっているよっていう方もいるかと思います。そしてクリスマスの日のためのご飯を準備するためにいろんな買い物に行ったり、またはプレゼントをねオーダーしたり買ったりといろいろ忙しい日々を過ごしている方もいるかなと思います。で、今日はですね、日本のクリスマスってどんな位置づけということで、クリスマスについて雑談をしていこうと思います。去年2024年のクリスマスの時に、日本のクリスマスというエピソードを出したので、今年はクリスマスについてのエピソードはスキップしようかなとちょっと考えていました。でも私自身、クリスマスの気分を味わいたいなと思ったので、改めて日本のクリスマスについてあれこれ話す会にしようと思います。で、以前出した日本のクリスマスというエピソードとかぶっている内容もあるんですが、改めてね、日本のクリスマスってどういうものなのかっていうのをまずおさらいしていこうかなと思います。まずですね、日本のクリスマスってどんな感じっていう、そう考える人もいるかと思います。日本にね、クリスマスシーズンに来たことがない方、または自分の国にもクリスマスがないから全く想像ができないっていう方もいるかと思います。で、日本のクリスマスはとてもイベントという雰囲気があったり、楽しむ雰囲気があるんですが、お正月、ニューイヤーの時と比べると特別感はないかなというのが私の率直な感想です。もちろん街はクリスマスツリーとかイルミネーションとかサンタさんのね、飾り付けがたくさんされていて、すごくクリスマスムードがあるんですが、そして音楽もクリスマスの音楽一色なんですが、その雰囲気はあるけど、一番大事な日かと聞かれたら、そうではないと答えます。で、そう思っている日本人の方も多いかなと思います。なぜって感じですよね。クリスマスは一年の中でも大事な日という方もいるかと思いますが、日本ではそうではない理由、そうではないと私が考える理由ですね。その一つが日本ではクリスマスが祝日ではないということです。祝日ではないということは、今年はただの平日です。2025年のクリスマスは平日で木曜日ですよね。なので多くの人、会社員の方とか、普通に働いています。普通に仕事があります。で、私の家族も友達も、会社員の方はね、みんな普通に仕事に行きます。私もおそらくそんな感じでクリスマスを過ごすかなと思います。本当に他の何でもない平日と比べると特別な日ではあるんですが、日本という国自体、日本の文化とか、日本に住んでいる日本人がこの日を一番大切にしているかと言われたら、そうではないかなと思います。で、例えばヨーロッパとか北アメリカの国、カナダ、アメリカとか、メキシコとかもそうかなって思うんですけど、キリスト教の文化はクリスマスが大切な日ですよね。あとクリスマスは家族と過ごす日かなって思うんですけど、大切な人と過ごす日かなって思います。でも日本は少し違っていて、基本的には恋人と過ごす日というイメージが強いです。なので、今年は平日なので働いている方が多いかと思いますが、
夜はね、自由な時間があるという人も多いと思うので、夜に、好きな人、恋人と美味しいご飯を食べに行くとか、そうやって過ごす方が多いかなと思います。でももちろん恋人がいない、パートナーがいない方もたくさんいますよね。で、そういった方は、本当にただただ何も変わらない日常を過ごすだけかなと思います。もちろん一人でも、最近あの子ちょっと気になるから食事誘ってみようかな、デート誘ってみようかなって言って勇気を出してね、誘って告白してみてプレゼントとかあげて、特別な日になったっていう方もたくさんいるかと思いますが、クリスマスはもうすでにカップルとかパートナーがいる方の日って感じですね。なので恋人がいる方たちにとってはとても特別な日だと思います。パートナーがいない方、今年は一人だっていう方は、クリスマスよね。クリスマスの音楽は聴こうかな、クリスマス映画でも見ようかなみたいな、そういう感じかなと思います。私もそうですね、別に本当に特に何でもない日です。なので、日本のクリスマスを一言で言うとしたら、盛り上がってはいるけど、深くはない。その日本人に根付いている一番大事な行事、イベントがある日という感じではないかなと思います。1年を通してみるといろんなイベントがありますよね。で、その中でクリスマスはとても大きなものだと思います。街中クリスマス一色になるし、クリスマスの音楽が流れているし、クリスマス用のギフト、こういうのどうみたいな感じでね、いろんなお店もクリスマスを打ち出しているんですけど、でも一番大切な日かと言われたら、私は、違うかなと思います。でも、クリスマスの雰囲気はめちゃめちゃ好きです。どんどん秋から寒くなってきて冬になって、で、クリスマスの音楽を聴きながらキラキラした街をね、歩くっていう。ただこれだけで私がめちゃめちゃいい日を過ごしているなって思うんですけど、それぐらい私はクリスマスの雰囲気が大好きなんですけど、だからといって特別かと聞かれたら、ってちょっと考えてしまいます。ではですね、クリスマスといえば、いろんな食べ物があるかなと思います。私の知っている限りでは、七面鳥、Turkey ですよね。そういう文化がある国も多いと思うんですけど、日本では七面鳥は食べないです。スーパーとかに行ってもあまり売られていないです。そのぐらい日本では有名ではないんですが、その代わりにケンタッキーチキンを食べます。ケンタッキーは KFC ですね。クリスマスの日にケンタッキーのお店の前を通るとものすごい行列だったり、お店の中には予約された商品がずらーっと並んでいたりするんですが、ただ正直に言うと私はクリスマスに KFC を食べたことがないです。そのクリスマスの日にケンタッキーを食べたことがないです。なぜケンタッキーを食べるかというと、答えはシンプルで、昔ケンタッキーがクリスマスにはチキンを食べようという広告を打って、それがね大ヒットしたからです。で、それが根付いていって、クリスマスといえばケンタッキーチキンという文化が出来上がってきています。私が子供の時からもうクリスマスイコールケンタッキーチキンっていうのはありました。この CM もたくさん流れていたし、それを見ていたんですけど、私の家族はね、特にまずクリスマスに興味がないというか、そういう文化で育っていないので、子供たちにあげるプレゼントを買うぐらいで、海外のクリスマス文化もないし、日本のクリスマス文化もない家で私は育ったなと思います。あともう一つクリスマスの食べ物といえばというのがあるんですが、それがいちごのショートケーキです。いちごのショートケーキっていうのは、黄色のスポンジを白いクリームでこうコーティングしていたり、ちょっとミルフィーユみたいな感じになっていて、いちごが入っています。
で、いちごがケーキの上にちょこんって乗っているケーキがいちごのショートケーキなんですが、日本ではね、クリスマスにこれを食べるみたいです。いちごのショートケーキイコールクリスマスケーキという文化というか、そういうのがあるみたいです。で、私はこれ本当に知らなかったです。数年前までね、これを知らなかったです。ほんまに日本住んでたんって思う方もね、いるかもしれないですけど、私は子供の頃からチョコレートケーキが大好きで、誕生日の日とかクリスマスにケーキを買うってなったらいつも毎年チョコレートケーキを買っていました。で、私の兄弟もチョコレートが好きなので、みんなチョコレートケーキを買っていました。なので、ショートケーキをクリスマスに食べるんだっていうのを本当に知らなくて。で、ある時言われたんですよね。クリスマスっていちごのショートケーキやんなみたいな感じで言われて、何それって、そうなん初めて聞いたっていうのでね、結構びっくりした。日本に生まれて日本に住んでいるのに、カルチャーショックみたいな場面がありました。なので、一応いちごのショートケーキをクリスマスに食べるみたいな、そういう方が多い気はするんですけど、全員が全員そうかと言われたら、そうではないと言いたいです。でもクリスマスにケーキを食べるという文化はあります。クリスマス、ね、例えばパートナーもいないので今年は一人だってなったら、じゃあちょっとケーキ屋さんに寄ってケーキでも買って帰るかっていう人は多いかと思います。で、今年のクリスマス、私は特に予定はないですが、そしてケンタッキーのチキンを食べる予定もないですが、ケーキは食べたいなと思います。なので、ケーキ何か買いに行こうかなと思っています。でですね、何かその海外のクリスマスと日本のクリスマス共通点あるかなって考えたんですけど、それはクリスマスにプレゼントをあげる文化です。ギフトをあげる文化です。これは一緒だなと思います。ですが、私がね、よく動画とかで見るような、クリスマスツリーの下にたくさんプレゼントを置いて、こうクリスマスの日の朝起きてきたら子供たちがみんな自分のプレゼントを取っていくとか、そういう風にプレゼントを渡す文化はないです。で、皆さんはプレゼントを渡す時、プレゼントをね、誰かにあげたいので、買いに行ったり注文したりするじゃないですか。その時にプレゼントをどうやって選びますか？好きな人からもらったら何でも嬉しいタイプですか？それとも、本当に欲しいものを欲しいタイプですか？私はね、どっちかというと、そのもらうなら本当に自分が欲しいものとか使えるものが欲しいし、あとプレゼントをあげる時も、相手が好きなもの、本当に相手が使いたいものをあげたい派なんですよね。なので私はサプライズが得意じゃなくて、何欲しいって結構聞いちゃいます。または例えばクリスマスのちょっと前に一緒に買い物に行ってお出かけをして、こういうのが欲しいなっていうね、そういう発言をしていたらそれをメモってっていうのがあるんですけど、そうじゃなかったら聞くことが多いです。でも皆さんはどうですかね？めちゃめちゃ察すことに徹しますか？12月になったら全ての会話でね、何欲しいって言ってるかをもうメモしたりとか、なんか DM とかチャットのやり取りを振り返って、こういうの欲しいって言ってるなみたいな感じで、絶対に相手に直接聞かずに察して買いに行く方ですか？またはもう相手と一緒に買い物に行って、それをあげるタイプですか？いろんなスタイルがあると思います。で、私は本当にサプライズで何かを買うっていうのが得意じゃない気がしていて、なので直接聞くか、もうなんか一緒に買い物に行こうって言って、それを買うかみたいな感じなんですけど、何か皆さんの国でクリスマスだとこういうプレゼントをよくあげるっていう定番のプレゼントなどはありますか？私もね、日本でそういう定番のあるのかなと思って調べてみたんですけど、日本のクリスマスは冬なので、手袋とかマフラーとか
そういう暖房グッズみたいな、冬にもらったらその場で使えるようなものをあげる方っていうのが多いみたいです。これは直接聞いたわけではなく、そういうお店のね、人気ランキング、売れ筋ランキングみたいなのを見てみたんですけど、やっぱり暖房グッズ、そういうのをあげる方は多いみたいです。確かにそういうのもらったら嬉しいですよね。その冬、ずっとそれを使いながらお出かけしたりできるので、それはいいなと思います。で、あとは日本人はお風呂に浸かる習慣がある方が多いと思います。私も好きで毎日、湯船に浸かるお風呂に入るんですけど、これをする方が多いかなと思います、日本では。で、その時に使えるような入浴剤、バスボムっていうのをプレゼントにあげる人も多いみたいです。で、こういうのって、その恋人同士、パートナー同士でもお互いあげたりできるし、またはちょっと好きだな、あの人とデートしたいなみたいな時でもそんなにね、なんか重いプレゼントではないので、めちゃめちゃいいなと思います。そのめっちゃ高級すぎると、えってなる人もいるかもしれないんですけど、もらう人もあげる人も負担がない、いいプレゼントかなと思います。で、もうすでに付き合っている、お互いね、歴も長いってなったら、ちょっと高級なアクセサリーをプレゼントしたりっていう場合も多いかなと思います。結構クリスマスのプレゼントで、イヤリングとかネックレスをプレゼントするっていうのも聞いたことがあります。皆さんはどうですかね？今年クリスマスで何か欲しいものとかありますか？または友達、家族、パートナーにあげるプレゼントは何を買いましたか？これって定番のものもあるんですけど、やっぱり毎年ね、欲しいものも違うし、流行りも違うと思うので、いろいろあるかと思いますが、私がさっき言ったようなマフラーとか手袋とかバスボムとか、そういうのは、流行りのデザインはあってもずっと使えるものなのでいいのかなと思いました。でですね、日本ではクリスマスはお家でゆっくり過ごす日というよりかは、ちょっといいレストランにご飯をね、食べに行こうっていう感じで、お出かけする日というイメージが強い気がします。なので、クリスマスの日はめっちゃどこも混んでいます。人がたくさんいます。で、それが嫌いな方はお家で過ごそうという方もいるかと思いますが、やっぱりイメージは外に出て、何かクリスマスのイベントがあったらそれに参加してみようとか、ディナーね、美味しいレストランにご飯食べに行こうと、そういう方が多いかなと思います。ですが、ヨーロッパとか特にね、クリスマスの日はお店は一切やっていない、すべて休みっていうことがあるかと思います。で、その場合だと、だいたい家族で集まって家で過ごすことが多いかなって思うんですけど、皆さんはクリスマスの日はどうやって過ごしますか？で、家でくつろいでいたら、本当に何もしないっていう方もいるかと思うんですけど、やっぱりちょっとゆっくりしてみんなでクリスマスの映画を見たりということもあるかと思います。私はこのエピソードをレコードしようと思って、日本のクリスマス映画ってあるかなと思って調べてみました。じゃあ全然出てこなかったんですよ。もちろんゼロではないです。あるんですけど、例えば皆さんが使っていそうな Netflix とか Amazon プライムとか、他の配信系のサービスありますよね。で、そういうところにクリスマスのみんなが見れるようなプラットフォームにクリスマスの映画ってあるかなと思って調べてみたんですけど、全然出てこなくて、それぐらい日本ではそのクリスマス映画とかはあまり馴染みがないなと思いました。で、もちろんその日本人はクリスマスに映画を一切見ないかと言われたらそうではなくて、私もね、記憶上はやっぱり海外の映画を見ていたなと思います。と言っても私もクリスマス映画というそのジャンルとか見始めたのは、本当に最近です。ここ数年ぐらい、3、4年ぐらい前に初めて見た気がします。子供の時に見ていたクリスマス映画とかはないです。本当に映画を見た記憶はないです。なのでそれぐらい
私にとっては馴染みがないものだったし、日本のね、クリスマス映画の作品数で見ても全然ないなと思いました。なので多分、日本でクリスマス映画好きっていう方は、もちろん日本の映画もあるんですけど、海外のいろんなクリスマス映画が好きっていう方が多いのではないかなと思っています。で、最後にクリスマスの楽しみって他にあるかなって考えてみたんですけど、私がいいなと思ったのはクリスマスツリーの飾り付けです。あれめっちゃ楽しくないですか？楽しいんじゃないかなって私は思います。現在私の家にクリスマスツリーはなくて、その楽しみをね、得ることは今年はなかったんですが、皆さんはどうですか？クリスマスツリー家にありますか？そして飾り付けはしましたか？私は子供の頃から家にクリスマスツリーがなくて、で、クリスマスツリーめっちゃいいなと思って、お願い買ってってずっと親にお願いをしていた記憶があります。で、そのお願いをして2、3年ぐらい経って、やっとね、小さいクリスマスツリーを買ってもらった記憶があります。で、それをね、好きな飾り付け、なんかふわふわの雪とか買ってきて乗せたり、電気をつけてキラキラ光っているところを見たり、そういうのがめちゃめちゃ楽しかったなっていう思い出があります。クリスマスツリーを毎年飾っている方はね、どんな飾り付けをしていますか？何かテーマはありますか？で、私が今後クリスマスツリーを家に飾るならやりたいなって思ったことが一つあって、海外旅行した時にクリスマスツリー用のオーナメントを毎回買って、で、それをクリスマスツリーに飾り付けするっていう世界に一つだけのクリスマスツリーを何年もかけて作っていくっていうのをすごくやってみたいなと思いました。日本でそういうクリスマス専用のお店っていうのはあんまりないんですけど、なんかヨーロッパに行ったらあるかなと思います。いろんなオーナメントが売っていて、旅行に行ったらマグネットとか絵はがき、ポストカードを買う場合がありますよね。その土地のなんか有名な建物が書かれているポストカードとかマグネットってたくさん売っていますよね。で、そのクリスマスツリー用のオーナメントバージョンっていうのもあった気がします。で、そういうのを買ってクリスマスツリーに飾り付けをしておくと、毎年12月になると、あ、こういうとこに旅行に行ったなとか、あ、これこういう思い出あるなってね、ちょっと1年を振り返ったり、人生を振り返ることができるのではないかなと思ったので、めちゃめちゃやってみたいことの一つです。で、旅行に行ってポストカードを買ったり、あとは何か写真を撮ってね、それをプリントアウトしたら、その今年1年の思い出の写真をちょっとクリスマスツリーに飾っておくと、なんか1年を振り返る、いいツリーができるんじゃないかなと思って、今後クリスマスツリーを買う機会があれば、そういうのをやってみたいなと思いました。で、皆さんはどうですか？今年はどんなツリーを飾っていますか？またはやってみたい、こういうデザインしてみたいとかありますか？クリスマスツリー以外にもいろんなちっちゃいサンタの置物とか、ライトでね、家中をデコレーションして飾り付けして、クリスマスの雰囲気を味わうっていう方もいるかなと思いますが、皆さんの好きなクリスマスの飾り付けなどあれば、ぜひ教えてください。ということで、今回は日本のクリスマスについてお話ししてみました。クリスマス前にこのポッドキャストを聞いてくださっている方がいましたら、素敵なクリスマスになることを願っています。家族と過ごす人もいれば、恋人と過ごす人もいるだろうし、友達と過ごす人、一人で過ごす人、いろんな方がいるかと思いますが、素敵なクリスマス、素敵なホリデーになることを願っています。または日本のように、クリスマスはただの平日とか、学校がある、仕事があるっていう方もいるかと思います。そういう方は一緒に頑張りましょう。私もその一人です。
クリスマスの文化はないし、本当にただの平日という方も素敵な一日を過ごしてもらえたらなと思います。ということで今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん、メリークリスマス。